るとその嫌な気持ちっていうのが、実はその後ろに良いことが待ってる時も嫌な気持ちがあるんです。ようこそみなとロミのビジョン心理学サロンへ。お元気ですか？こんにちは。こんにちは。今日は何いたしましょ今日はね、うんビジョン心理学で、はいプロセスを信頼するう。とかっって言うらしいんですけど、はいどういう意味うんっていう、そんなご質問をいただきました。ありがとうございます。ちょっとわかりづらいですよね。そうですね。うん私もプロセスを信頼するっていうのをビジョン心理学で初めて聞いたことだ。そうです。まずセミナーって2つのパターンがあって、プログラムセミナーっていうものとプロセスセミナーっていうものに分かれるんですね。でプログラムセミナーっていうのは、例えば2日間でこれだけのカリキュラムを全員がしたら、ある一定のこういう成果が出て、はいこういう資格を与えて、こういうことをあなたは教えられますよっていうのが、プログラムされているセミナーなんです。で一方、このプロセスセミナーっていうのは、ビジョン心理学のこの馬蹄型のね、この U の字型の変わった座り方にも現れてるんです。座り方も変わってるんです。そうなんです。フォーカスって言って、こう箱の中に皆さんの名札があってね、それをこうどんどんジャックさんとかトレーナーが引いていって、フォーカス1からどんどん積み重ねていくわけですね。で、そのプロセスっていうのはこの流れっていう意味でもあるわけです。流れね。だから普通は、例えば今日苦しい。そうすると、もう明日も10年後も苦しいに違いないって。絶対そう思います。思うじゃないですか。でもそれは流れだから、良くなる前に一度こう悪いネガティブなパターンがこう浮上してきて解消されるために出てくるっていう場合もあるんですね。そうなんですか？そうです。だからその流れをこう信頼していくっていう意味で、そのプロセスに私たちがこう乗っていって、最後どういうふうな良いところにたどり着くかはセミナーでも分からないですよね。かもしれないじゃないですか。って思っちゃいます。怖くなっちゃって、これ以上なんか嫌な思いとかしたくないですっていうふうに感じちゃったりします。なるほどね。要はそのセミナールームっていうのは愛や光っていう恩恵がたくさんあるので、その恩恵がたくさん降り注ぐことによって日常生活の中で私たちがコントロールして抑え込んでいる自分の感情やパターンっていうことを自分からもこう隠し持っている傷っていうことを、だまし生活しているようなものなんですね。でもそのセミナールームにあるたくさんの恩恵によって自分の中にある隠し持っているパターンっていうのがこうつまびらかれて明らかになってくるんです。なんかちょっと怖い感じがしますね。そうですね。だからそのセミナールームで嫌な気持ちを感じるっていうことは逆に言うとおすすめなんです。おすすめですか？そうです。なぜならセミナールームの何日間かという中でそれを突破して超えていくことができる。そういう、機会が提供されているわけなんですけれども、私たちがそれをこう日常生活の中で苦しんだり、誰かとやり合ったり、それは嫌ですね。そうで、夫婦喧嘩が長引いて離婚しちゃうとか、それよりはよっぽどいいわけですよね。逆にそういうところで感じると、喧嘩をしなくても済むかもしれないってことですか？そのプロセスという流れがあるんだなっていうことが分かっていれば、必ずそのサインをこうくれてるわけですよね。なるほど。だからそのサインに従ってはこっちに行くとうまくいかないなとか、こっちに行くとうまくいくなっていう、その視座を高めることによって、その流れの方向がどちらに行っているのか、そのプロセスの展開ということを読んでいくことができることによって何ができるようになるかっていうと、あなたは良いリーダーになっていきます。それはリーダーっていうのはビジネスとかそういうことだけじゃなくて、例えばお母さんだったら、うちの娘はね、赤ちゃんの頃に、うちの夫がすごくストレスの高い役職についていたんですけど、大概ね、30分ぐらい前になるとね、泣き出すんですよね。で、泣かない日は、今日は機嫌がいいらしいなと思うの。で、ギャンギャン泣いてると、今日はストレスがいっぱいなんだなと思って、これお帰りって言ってガチャって開けると、もう死にそうな顔でこう帰ってくるわけですよ。だから赤ちゃんはお父さんが帰ってくる前から待ってみたいな感じですね。で、また、ちっちゃい頃はね、保育園に行く前とかに、ものすごいぐずったりとかすると、今日のセッションの中ですごくぐずった子供が出てくるパートがあるんだろうな、みたいに、何人もセッションが OK になるわけなんですけど、その人たちの中に、どうやらこういう方がいらっしゃるようだな、自分の中のそういうところを扱って、またその部分を突破していこうというふうに、一日の流れをこうね、子供はこう意識が開いてますから、プロセスを先に教えてくれたりするんですよ。じゃあお子さんの反応を見て、今日どんな方とお会いになるかとか、自分に起きるかみたいなことが、そうです。予測がついちゃったりとかするんですか？そうなんです。そうすると、その人がこうお話になっていることっていうのは大人だから、感情から切り離されちゃってるでしょ？表面的な話とか、別になんかこうすごいここに痛みがあるんだけど、痛みが大きいほど人は抵抗しますから、そこで別にどうでもいい話をずっとしちゃうわけですよ。なるほど。
で、世間話は別に他のところでもできるから、せっかくセッションに見えたので、一番嫌な気持ちをお話しくださいっていうふうに言うと、なるほど。うまく言えないかもしれないけどっておっしゃるんですけど、全然いいですからって言って力つけていくと、自分でもこんなに傷ついてたんだとか、その自分が今日そのセッションにいらっしゃるまでのプロセスっていうことをご本人も分かってくるようになるほど。なるんですよなるね。ほど。なので、セミナーの中のプロセスを読むという力が開いてきて、読み取る力、それからサインについていく力っていうことが分かれば、日常生活の中で次に何が起きてくるかが分かる。なるほど。うん。どういうふうに私たちはそれを役に立てていくことができるんでしょうね。日常生活でね。例えばビジネスをやってらっしゃる方だったら、仕事とかでも先読みをするとか、それからパターンに気づきやすくなるとか、そういうこととかあるのかしらね。ありますね。例えば、すごく元気がなくって、ちょっと休職しますっていうことが出てくることがあると思うんですけど、そうすると、あ、そういえばあの人遅刻が増えていたなとか。はいはい。サインね。もともとね、そういうサインがあったな、みたいな感じですね。でも全然元気なふりしてたけど、もう部長どんどんあの人痩せてたじゃないですか、とか。それがこう分かってくるので、日常生活の中で人との関係の中で、その人がどんなご様子かなっていうことを、注意を向けていると、ひどくなる前にいろいろなこう手を打っていくことができるし。なるほど。早め早めに、ちょっと仕事を軽くして、でもって少しゆっくりとした時間を過ごせるように、っていうような配慮をしやすかったりとか、それから周りの人とのつながりを作ってみたりとか、そういうこともできますね。そうです、そうです。で、または自分のこの感情をこう見ていくっていうこともできるわけですよね。なんか特別自分がこう夫婦関係もうまくいってるし、子供との関係もいいんだけど、なんかもう家に帰るとイライラするとか、そういうことってあると思うんですね。そうすると、まあ、新学期とか新年度になると、まあ、うちもそうですけど、こう、学年が変わるだけじゃなくて、中学から高校にこう入るとかね。そういうふうに学校自身が進学するっていうことがあると、全く新しい環境に変わるから、子供もストレスを持って帰ってくるわけですよね。だから、その今日一日機嫌が悪いからといって、明日が嫌な一日であるわけではないんだよっていうふうに、そのプロセスについて、まあ子供に小さい頃から割と教えてるんです、私は。はい。で、そうすると、嫌な気持ちは感じてるんだけどって言って、一晩の中ですごく機嫌が良くて、なんか歌を歌いまくって踊ってるなーっていう瞬間と、もう明日行きたくないんだよねっていう瞬間と、それがあるから、まあ行きたくない気持ちはね、みんな感じてるかもしれないから、みんな同じなんじゃないなんて言って、軽く扱うと、そうだねって言って、じゃあちょっと歌ってお風呂入ってくるみたいな感じで、機嫌良くなったりするんですよ。だからプロセスを信頼するっていうことは、その自分の感情っていうことを、まあよく見ていく。それも変化するじゃないですか。恋に落ちて、一生その人のことずっと好きかっていうとそうとは限らない。残念だけど。離婚もするし、喧嘩もするし。あんまり考えたくないけれど。そうそう。それもプロセスなんですよ。人間関係もプロセスがあるから、進んでいくに従って、その段階っていうテーマが出てくるだけだから。そうね。今のね、皆さんのお話を伺ってて、なんか嫌なことって思いたくなりますよね。そう、そこがね、盲点なんですよ。ね、なんか嫌な気分は嫌だから避けたいし、それから嫌なことは自分にすごい悪いことが起きてるって思っちゃうし、そう、その人切り離したらもう嫌な気持ちを感じないっていうのが普通だかだからね。らあの人とはもう付き合いたくないとか、もうちょっとこのパートナーはきっと人を変えたらなんとかなるんじゃないかしらとか、例えばあの学校を辞めたらきっともっといいところがあるんじゃないのとか、なんていうのかしらね。嫌なことはなんとかしなくちゃいけないじゃないですか。そう、だからこう下げて通ると長引くんですよ。あ、そう。そう、嫌な気持ちな時にそれを直面して、まあそれをこう私たちの言葉だと、この居心地の悪さを居心地よくウェルカムしていくっていう言い方もありますけれども、そうするとその嫌な気持ちっていうのが、実はその後ろに良いことが待ってる時も嫌な気持ちがあるんです。良いことが待っている。そう、営業の人とかがすごい大きな案件を取れる前に、すごい嫌な気持ちがしてきたから、今日のアポイントをキャンセルしようとか、ね、それは間違った方向なわけです。なる
るほど。うんいやーでも確かにね、遅刻が多い時って、その後いやいやもうちょっとこの仕事やりたくないですって言ってでしばらくお休みくださいっていうパターンもあるけれども、なんかすごい遅刻が多いなと思っていたらそのうちすごい大きな商談がドカーンとか入ってたりとか、そういうこともあるんですよね。だからこう過去に失敗したことが乗り越えられてないと心理的にね、その変化があった時に、私はこの体験で嫌な目にあったっていう記憶があって、嫌な目を覚えている。そう。で、その過去の記憶とか体験とか思考とか感情が繰り返されてくるんです。なるほど。常に前はこうだったでしょそうっていう声がします。そう。だからその比較っていうのが先に進んだらもうあんな目に遭わないようにするためにっていう予防策でもあるんだけど、それから学んでいれば同じことを作る必要はないの。だけどそこで嫌な感情が学んでないと残ってるから、そのことで覚えてるあの時こうなって前の彼氏にこうやって振られたじゃない。だからもう人なんか好きになっちゃダメなのよ。みたいに。はいはい。私なんか絶対愛されるはずないですってやつですね。そうすると、その前の男の人との未完了のことで、今の彼氏のことをこうやってぶっちゃうわけですよ。で、自分との関係を壊していくし、まあもっと前だとまずも恋愛しないっていう、取り込まないっていうところがあるから、常にそれは変化への恐れなんです。なるほど。だからプロセスっていうのは、その変化していく、その、まあ、過程ですよね。その過程を知っておくっていうことだし、その変化っていうのはいつも真実に向かっているから、あ、嫌な気持ちがしてきたのだと言った時に、自分がかつてこういう嫌な目にあったからって言って、今回も同じかどうかはわからない。それを信じたいけれども、結構大変だったりすることもありますよね。そう。だからセミナーは便利なんです。なるほど、そのためにセミナーがあるんだ。そう、だってそれで毎年昇進を逃すよりは、ね、何日もこうかかるけど、セミナーの中で、その自分との関係をもう一回取り戻していって、信頼を取り戻していくっていうこと。そこでずっと怒って感触を起こして、どうせ私は出世できないんだとか、あの時リストラにあったからって言って冒険自身をやめちゃって、自分の才能をどんどんこう人は投げ出していくわけですよね。なるほど。そうすると、そのセミナーの中で、過去に自分が失敗したとか、うまくできなかったとか、なんかトラウマ的な体験があったとして、そのプロセスがセミナーの中で現れてきたら、チャンスなんです。チャンスなんですね。チャンスなんですよ。ここでワンワンなんです。あの時こんな気分だったみたいなやつをセミナーの中で捕まえて、でもってそれに対して違う反応の仕方ができるようになったら閉めたもん。そう。だからビジネスの中で成功している方々を拝見すると、うまくいってない時ほど決算書を見るっていう、その経営者の方うまくいくんです。うまくいってない時ほど決算書を見る。そう、うまくいってる時は見てニマニマしたいじゃない。そうですね。そう、今年も僕の成績表。僕って思いたいでしょ。だけど、うまくいってない時っていうのは、それは数字は正直だから、何がこの毎月の中で間違えてたのかなって、その月のプロセスっていうのも、この月に売り上げが落ちた理由っていうのは、ここで前月に、仕込んでいたから、ここで営業がなかった理由っていうのは、次のプロジェクトのための準備をしてたから、ここは予定調和で落ちてるんだっていう場合と、いやいや、ここで実はすごく見込みがあったお客様から、脳を食らっちゃったから、ここでドーンっていきなり落ちたんだって思うけど、必ず数字にプロセスが現れてるんです。なるほどね。だからそのトップの方は営業マンの方とか、現場の方っていう方が今どんな感じっていう風に、何が足りなくて困ってるのとか、なんかお得意先がちょっと変な感じでしたとか、その小さな変化っていうことに対して受け取って、そのサインから読み解いていって手を打っていくっていうことができる。それはそういう経営者さんはやっぱり長期的に伸びていかれます。なるほど。ということは、プロセスを信頼するっていうことは、ドーンと落ちてちゃダメなんだじゃなくって、ドーンと落ちた時に何かそこから学べることがあって、何かサインがいっぱいあるから、そこを見て、で、そこから学んで、そうすると違いを作っていくことができる。違いを作るから、結局最終的にはうまくいく。どんな小さなこともね、必ずサインがあるの。だからその起きたことのちょっと前に何があったかっていうことを、トップの方とか、
そういう方々はこうよく分かってるんだよね。研究してるし、人間関係の中であいつが急に辞めたわけじゃなかったなっていうことが、いろいろ見えてくるわけですよね。そうなんですね。ということは、そのプロセスが起きた時というか、大きな変化とか、そういうものが起きた時っていうのは、ただ落ち込むんじゃなくてっていうことですよね。ついつい私たちはそういう時になると、ああもう自分バカ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 っていうところに入りたくなっちゃいますけど、それじゃなくてっていう意味なんですね。そうです。だから感情にも責任を取っていくし、結果にも責任を取っていくし、本当の意味で責任を取っていけるのは未来に対してしかもうないわけだから。まあ今ここでできることが変化できることだから、プロセスを信頼してっていうの、今起きていることを信頼して、でもってそこから学んで、新しい未来を作っていきましょう。そうですね。そういう意味なんですね。でセミナーの中でそれがリアルに学べる。そうです、そうです。三角形もこの流れを書いているし、全く違う人がフォーカスパーソンっていう風になっていった時に、前の人からバトンを引き継いで次の人がまた別のテーマを持ってきたりするんですけど、全部をこうやってノートを拝見してみると、あ、こういう流れだったんだなっていうことがまた分かってきたりするんです。セミナーにもプロセスがあるっていうことなんですね。で、そのセミナーのプロセスについていくことで、プロセスっていうのを、そのシグナルのつかみ方みたいなものが学べるのかしら。そうです。そして進む方向性はどちらなのかっていうこと、それが分かってくるようになりますから、これは一つ人生における時間のショートカットとしてのセミナーの良い使い方だと思います。なるほどね。で、自分がそのプロセスを読めるようになっていくと、自分に起きていること、自分の愛する人たちに起きていることっていうのが、より解像度が上がって、そうです、そうです。でもって、それを、うまくこなして、いい未来を作っていくことができる、幸せな世界を作っていくことができるってことなんですね。頭で分析するだけじゃなくて、その流れに乗り続けるっていう、その流れから外れた時に問題が起きてくるから、どこで問題に入っちゃったのか、流れに乗ってて、うまくいきすぎてて怖かったんだな、ブレーキ踏んだなとか、そういうことがセミナーの中で分かってくるようになりますから、それは人生がすごくうまくいくための、いい勉強になるし、ショートカットになるし、はたまたその感情に対する成熟度っていうことや、反応の仕方っていうこと、自分特有のもの、相手特有のもの、それからこのコミュニケーションをすると相手がいつもこういう反応をするな、ボーイフレンド変えるけど、結局同じ失礼の仕方だわとか、それが分かってくるから、そのように自己成長にね、使っていただけるといいですね。なるほどね。どうでしょうか、プロセスっていうことについて少し理解していただけましたでしょうか。普通で使う、ね、プロセスって家庭とかって言うんですけれども、心理学とかセミナーで使ってる時には特有の意味があるので、もしこのプロセス、心理学で言ってるところのプロセス、そしてプロセス思考って言いますけど、プロセスにくっついていくっていうことを学んでみると、自分の人生がどっちの方向に向かっているのか、それをどう自分が修正できるのか、ヒントがいっぱいあるなっていうことに気づいていただけるかもしれないですね。信頼っていうカードがセルフセラピーカードにあるんですけど、川があってワニがいるんですね。で、そのこっち側からこのなんかボールをこうやって楽しそうに追っかけていくと、そのワニの背中の上をポンポンポンと渡って対岸に渡れるっていう、そういう絵なんですけど、ワニを見てると怖いから、そっちに入っていって恐れに食べられちゃうわけですよね。つまり車はこのヘッドライトが当たってる方向に進んでいきますから、自分の意識をどこに向けてるか、崖の下に向けてたら車は落ちます。でも次のこのカーブの先に向かって緩やかにね、道の上を照らしていけば、そこは素晴らしいビューのてっぺんに、頂上に到達するかもしれません。だからプロセスを知るということと流れに乗るっていうことと、今すぐには結果はわからないけれども、これは過程なのだと信頼して、自分の意識を明るい方に向けていくっていうことがプロセスを信頼していくっていう総括になるんじゃないでしょうか。明るい方に向けていきましょう。ぜひプロセスを楽しみましょう。はい。またね。それではまた。